レイちゃん、こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。そうですね。年始なんでね。しかも大変遅れました。すいません。めちゃめちゃ遅れた。言うても会ってからまだ明けおめ言ってないっていう。全然時間経ってないけど。ですね、はい、ご無沙汰、明けおめレイちゃんに、ね、今回は、はい180ですね、はい。フロントサイド180とバックサイド180の How to をお願いしようかなと。了解です。もう僕の得意技ですね。任せてください。はい。はい。じゃあ初心者から上級者まで分かりやすく。了解です。あと物飛びとかその辺のコツもあれば。そうですね。はい。全体通して練習していきたいと思います。はい。というわけで今日は一日よろしくお願いします。というわけでじゃあまず、フロントサイド側から一個一個説明して了解です。僕はグーフィーなんで、ちょっと足の大きさがこうなるんですけど、はい、後ろ足はほぼオーリーと変わんないです。後ろ足はもう好きな人、みんなこうやる人もおればこうやる人もおれば、僕はオーリーと一緒なんでちょっと端っこに置いてる感じかな、ヒットしやすいように。はい、で前足が若干違うくて、普通のオーリーより少しだけつま先を出しといた方が、最初はやりやすいし、引っかかりやすい。なるほど。フロント側に回るから、こっちにこう振るんで、その時につま先があんまりこうしっかり乗ってないとちょっと引っかかりが悪かったり、抜けやすかったりするから、ちょっとだけつま先を出してあげてやると引っ張りやすい、でずれにくい。だからスタンスはまずそれを意識してもらって、こんな感じかな。でそのスタンスを取って、いざ弾く練習をしていくんですけど、最初はいきなりこう180度回るのって難しいから、まずはこうちょっとずつこういう感じで少しずつどんどん、まずは90度ぐらいまで持っていけたらいいんですよね。いきなりこう無理に回すよりかは、まずは90度ぐらいで4輪着地を意識してください。ドン。めっちゃ泣くやんけ。めちゃめちゃ泣くやんけ。スタンスを取って、いざ弾くときに、最初ちょっとだけ体をこう振る、反対側に。で少し振ってそのまままっすぐ弾けば、それだけで十分力がフロントサイドの方に行くんで、あんまりこう体をこんなんしちゃうと、もうばらけちゃうんで、ほんまに気持ちいい最初、前の手を若干こう振るだけで十分です。それで十分力が入ります。でテール弾いて、まずは90度、で慣れてきたらどんどんこう90度超えてきて、180度になってくるんですけど、180度に回り出した時に、意識してほしいのが、しゃがみます。しゃがんで、まず上半身がこう動いて、でテール弾くタイミングでまず上半身がこう先に体開きますね。次上半身の次が下半身がこう来て、で最終的に次は下半身で着地します。体の向きは着地したら若干こう開いている状態。しゃがんで上半身来ました。下半身来て90度からまた下半身の動きで着地、着地した時はだから体がこうちょっと若干開いてる状態を意識してください。多分動画見ると分かると思うんですけど、まず上半身が動いて下半身で着地。でバックサイド180はスタンスだけがちょっと違うだけで、動きでいうとほぼ同じなんですよね。オーリーと同じで大丈夫です。普通のオーリーで大丈夫です。今つま先入れた方がいいって言おうとしたけど、入れなくていいです。また同じような感じでフロントサイドと一緒で、
オーリーと同じしゃがみ方して、上半身が先にこっちに上半身が先に動いて、で、まず90度からまず練習していって、で同じように、上半身、下半身、下半身でこういう着地。バックサイドの注意点がテールが上がりにくいから、フロントサイドは引っ張りやすくてテール結構勝手に上がるんですよって言って、でもバックサイドってテール全然上がらなくて、多分そこで苦戦する人が多いから、90度の着地の時にしっかりこうテールが上がる意識をしてもらってトライしてください。しっかりテール弾いてテールがこう上がるようなイメージ、それができないとこういう感じやったらこうなんか変なしゃくりの180みたいな感じになるんで、しっかりテールを上げとかないと残りの最後の下半身を持っていけないんで。なるほど。そうだから重要なのはバックサイドの場合はちゃんとテールを上げること、多分動画見ると多分僕もそうなってるはずなんですけど、しっかりこうテールが上がって着地を意識すればちょっとずつこう理想的な形になっていって、多分みんながやりたいそのいいリズムのバックサイド180、フロントサイド180ができると思います。さっきも一瞬出たけど、シャクルシャクル方も最初の方はちょっとやった方がいいかもしれないですね。回り切る練習、回り切る練習にはめっちゃなるから、両方フロントサイドもバックサイドも最初だけシャクル練習。そうだね。慣れてきたらテールヒットして90度持ってって着地。その辺のパークで滑ってるヘナチョコ180のやつよりか上手くなるはず。だって絶対それやもん、もう180ってそこだけ意識すればできるから。なるほど。焦らずに徐々に持っていけばいけると思います。ちなみに僕から質問ね。フロントサイド180の高さを上げる方法っていうの、体の下で回すコツ。それは最初若干体かぶした方がいいですよって言ってたじゃないですか。それをせずにやることです。オーリーのままやれば、言うたらほんまにこれぐらい回すだけでスケボーに対するその遠心力ってすごくつくんですよ。でそれでプラスアルファ高さを上げようとすると、もう自分ではもうコントロールできい方にバーンっていっちゃうから、ハイでやるとき、もう真上にパーンって上げるときはほとんどオーリーとも同じしゃがみ方で、もう引っ張るとこまでオーリーが一緒なんですよ。バーンってここまでオーリーと一緒、でこっからもうちょっとの遠心力使ってもう一気に持っていく方法しか多分なくて、あんまりこうやっちゃうと絶対にもう360回るぐらいわーってなっちゃうから、もうちょっと上半身前向けといて、もうほぼまっすぐパーンってもう弾いてオーリーと同じ感じで。なるほど。遠心力を使わない、使わず高いからこそ出るその浮遊感で持っていくみたいなをすれば引っ張れる。できれば高さは上げれると思いますね。それがコツだと。コツ。あとは多分スピードが遅すぎたりするのも良くないかもしれない。詰まったりとか、なんかタイミングずれたり、上げるのしんどかったりするから、このほどの速さランニングプッシュしてちょっと落ち着いてあげるで構えて合わせてやればもうめっちゃ綺麗になるほどね、回れると思います、という感じでバックサイド180、フロントサイド180の How to でした。ありがとうございました。いい感じですか？
多分これでできてる人ができるかな。縦コーンで180できる人、ちなみに今日飛んでた縦コーンはちょっと高かったもんね。下に1個入ってたからね。あ、確かに75センチぐらいで気づけばスポーって新しいの入れられてたからそうそう確かに確かに俺が足したんですまあへなへなのなんか縦コーンやったからそうそうそうちょうどよかったですあれは。はい。ちなみに180は誰がかっこいいとかってありますか？それはもう組長でしょ。組長。池田さん。池田さんの池田組長はやっぱりやっぱり格が違いますか？やっぱりもうあれはね、見ちゃいますよ。いやー、あれはほんまに見ますね。両方できるからほんまにバチバチに。膝めっちゃためないよね。ためへん。もうそんなにしゃがみ浅くて一気にもうパチンみたいな。あれは見た方がいいですね、みんな。イケイケチャンネルの。イケイケチャンネル見てください。イケイケチャンネル、僕も応援しますよ。組長の動画見たら間違いないんで。組長に180の動画とか出してもらいたいぐらいですよ。なんなら。聞きたいですね。それ聞きたいよね。聞きたい。フリップは聞いたけど隣で聞いときたい。お、なるほどみたいな。すごい遠目にからお願いしとくっていう、間接的に。こうたくんがこの動画を見てたら、確かにやってくれるかもしれないです。叶うかもしれないっていう。その時は俺も来ます。すぐ来ます。はい、という感じで、ちょっと余談が過ぎちゃいましたが、頑張ってください皆さん。はい、今日はレイちゃんの180 How to でした。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。また登場してくださいませ。ありがとうございました。